今回は ESC を導入します。坂道を登らない、岩を乗り越えられないなど、走りに納得できませんでした。単純に、力が足りないからとしか思えませんでした。力を強くするためにはどうしたらよいか、こう考えました。間違っているとか、この方法が良いよって方は、ぜひ教えてください。まず、モーターを強く回すには強い電力が必要。強力な電力を出力できる電源が必要。強力な電力をコントロールする基板が必要。最初に ESC を購入しました。ラジコンにおける ESC とは、エレクトロニックスピードコントローラー、電子速度コントローラーの略語です。ESC も様々あり、安いもので300円くらいからあります。高いものは上限がありません。出力するモーターによっても種類が異なります。例えば、ブラシ付きやブラシレス、入出力のアンペア数によっても異なります。次は電源ですが、WPL などが一般的な14500、リチウム電池2本を直列にした 7.4V を標準で装備しています。14500とはサイズ表記で、直径と長さを表しています。リチウム乾電池の場合、一定の電流しか流せないので出力の増大は期待できません。他にはリチウムポリマー電池がありますが、リポ電池には通常、BMS が搭載されています。ラジコンにおける BMS、バッテリーマネージメントシステムは、主にリチウムイオンバッテリーやリチウムポリマーバッテリーの安全な充放電を監視、制御するシステム、回路、基板を指します。主にラジコンで使われるリポ電池には BMS がなく、大きい容量の電流、アンペアを流せる仕様が多いようです。この場合、充電器と ESC が BMS の代わりとなる保護機能を果たします。リポ電池には ○○C と表記がありますが、これは C レートを指します。C レートとは、電池の容量に対する充放電の速さ、電流の強さを示す指標です。この数値が高いほど、短時間で大きなパワーを放出できます。これは、ラジコンの加速力や瞬発力のレスポンス向上に直結します。他にも重要な点として、セルの数があります。セルは単純に電池の個数なので、2セルなら電池2本、3セルなら電池3本となります。一般的に使われるラジコンでの場合、セルが直列で接続されています。単純に、直列で接続数の多い方が出力電圧が高くなり、パワーが上がる仕組みです。ここまでで注意すべきは、それぞれ対応した ESC、リポバッテリー、モーターで揃えることです。バッテリーの種類や電圧によって、ESC の出力が変化するかを確認してみます。今回実験した ESC はこの2種類です。結果が同じだったので、こちらの映像を使っています。条件として、すべて 3.7V×2 セルで、計 7.5V です。リポバッテリーは BMS なしです。バッテリーは3種類使いました。1、WPL 付属のバッテリー。2、18650×2 セル。3、リポバッテリー、2セル。映像中のリポバッテリーは満充電で 4V を超えているので、2セルで 8V 超えです。最初は、リポバッテリーです。バッテリーの BMS は、外して、ついていません。現在のボルト数を確認しておきます。8.14V から 8.15V の数値です。それでは、ESC 経由で出力を計測します。LED が点灯して、通電が確認できます。
マックス 8.08V くらいでしょうか。この ESC には BEC が内蔵されています。リバースも同様の数値です。このバッテリーでは、両方の ESC を経由してもこの数値が最高出力となりました。結果は、各バッテリーの最高数値が ESC 経由でも変わらないのが分かりました。高機能の ESC は、出力を増幅させることができるのでしょうか。次回は、ブラシレスモーターで実験します。今回のレシーバーと ESC は、キャビンの後部座席を取り払い設置してあります。この位置だと、純正サーボの配線が届きません。なので、一般的なジャンパー線を使用して延長しています。バッテリーは、100均で購入したボックスに化粧シールを装飾して格納しています。パッケージはこんな感じです。こんな感じですが、乗せることはできそうです。バッテリーとの接続は T プラグを使っています。配線は、ここも届かないので延長してあります。T プラグの通せる穴を開けてからシールを貼りました。バランスを取るために、台座をつけてあります。ギアボックスをつけているので、ステーを使って荷台部分を1センチほど上げています。これは自作のステーです。材質はアルミのフラットバーで、曲げ加工しやすいです。ヒップアップすることで、個人的には好みのフォルムになりました。ブラシレスモーターを導入しても、ギアボックスは流用予定なので、これで良しとします。LED 用の電源は、駆動用のバッテリーとは別にしてあります。小型のリポバッテリーを搭載して、すべての LED を点灯させています。ウインカーが黄色で点滅していますが、点滅 LED は使っていません。点滅 IC を使用しています。点滅 LED の場合、それぞれが不規則に点滅してしまうからです。テール LED の赤には、小さい抵抗を入れています。暖色は、LED が焼ける電圧が微妙なので、焼けなければラッキーな感じです。注意点として、白系のヘッドライトとルーフライトは、4V 前後でも焼けることはありません。赤、黄色などは、3.7V だと焼けてしまうことが多かったです。間に、抵抗や、今回のモジュールのような部品などを入れれば、焼けることはありませんでした。最後に、バック連動 LED は点灯しません。